はい、どうも、ゆうすけです。今回のポッドキャストでは、ちょっと一味違うことについて話していきたいと思います。今回の内容は、最近日本で急速に進んでいる右翼化の流れと、その背景にある外国人問題。そして、今回の参議院選挙で参政党が14議席を獲得した話についてお話しします。ちょっと悲しい話になると思います。で、今回の動画を話す前にちょっと伝えておきたいのは、私はこのことに対しては、なんて言うんですか、難しい問題だなって思うし、中立的な立場で話そうと思ってます。あくまでも日本人がこういう意見を話しているよという感じで話します。では、まずこちらをご覧ください。このような動画をよく見かけることが最近増えたんですね。迷惑外国人と呼ばれることがあります。中にはちょっと強い言い方で外人っていう言い方をします。もともとこの外人っていう言葉は外国人の他の言い方、短くした言い方なんです。昔は外国人って意味で外人と言っている人もいました。けど最近はこの外人っていう漢字、外の人、ちょっと排他的な感じが、ちょっとね、悪い言い方、強い言い方になってきています。で、この外国人問題、いろいろあるんですね、日本で。で、この問題が今、日本の社会の空気をちょっと変えてきてるんです。外国人問題って昔からあったんですね。例えば、神社の鳥居で、懸垂するみたいな。結構あれも前の動画なんですけど、ただあの時から外国人問題っていうのはあったんですよ。ただ最近その外国人問題が増えてきて、そういう迷惑行為だけじゃない外国人問題が増えてきて、でもう最近選挙でこの参政党っていう右翼の政党が爆発的な人気を出したので、これは日本人全体の意見としてちょっと外国人に反対する、日本人ファーストで政策をしてほしいっていうような風潮があるのかなっていうふうに思います。それについて話します。まず外国人問題の現状です。外国人労働者、観光客が急増している背景、そもそも日本って観光客めっちゃ多いじゃないですか。で、来年も観光客がもっと増えるって予測されてるんですね。で、今、円安もあって、円高の時と比べたらちょっと安く旅行できるよっていうのもあったり、はい。あとは外国人労働者。その、外国人の人が日本に来て出稼ぎに来る。あとは日本人からしても、外国人を雇うと、そういう、なんていうんですかね。特典みたいなのがあるっていうのも聞いたことがあります。ただ、そこに関してはちょっと私曖昧なので、あまり確信を持って言えることはないです。で、シンプルに母数が増える、観光客の母数が増えたら、それは何人か迷惑な人がいるわけじゃないですか。で、これが、SNS で結構取り上げられるんですよ。X とか、あとは YouTube、リール、あとはテレビで結構見ますね。テレビのニュースで、こんな迷惑外国人が、みたいなのを結構見ます。で、結構テレビとかの、その、動画の上げ方、迷惑外国人についての取り上げ方が結構批判的なんですね。なので、日本の人たちが
外国人に対して嫌な思いを持つっていうのは、当然かなっては思います。ただもちろんなんですけど、全員が全員じゃないです。はい。例えば、その意見としてあるのは、もう外人来るなとか、帰れ。そういう意見もあれば、こういう人には来てほしくないなとか、そういう、ちょっと客観的な意見もあれば、批判的な意見もあるっていう感じです。はい。で、結構その外国人問題って迷惑行為だけかなって思うかもしれないんですけど、他にも結構今日本でよく取り上げられるのがクルド人問題っていうのがあります。川口市でのクルド人による抗議活動、なんか住民と結構バチバチに争ってるみたいなのを結構ニュースで報道されるんですね。で、もちろん、当たり前なんですけど、全員クルド人が悪いっていうわけじゃないです。ただやっぱ一部の人がね、問題を起こしちゃうと、取り上げられちゃうじゃないですか。なんか昔、めっちゃいい動画を見て、アメリカの方が日本でインタビューを受けている動画で、日本に来る皆さんとか、別に日本じゃなくても、どこかの国に旅行する人は、その国にリスペクトを払うべきだ。なんでかって言ったら、あなたは、自国のモデルになるから。めっちゃいい話だなって思います。自国のモデルになる。だから私が、例えばアメリカに行ったら私は日本のモデル、日本人として振る舞って、日本人ってこういう人なんだって思われる。当たり前の話なんですけど。ただそうね、一部の人のせいで、その外国人っていう全体が悪く見られちゃうっていうね。もう悲しいですよね。だってこの動画多分見てくれてる人って日本語を勉強したいとか、日本に行きたいとか、日本の文化が好き、アニメが好き、いろんな方がいると思います。結構肯定的な意見を日本に持っていると思います。で、リスペクトもあるんじゃないかなって思うんですよね。だから皆さんのような視聴者が被害を受けているわけです。悲しいですよね。私は外国人に来てほしくないとかは全く思いませんけど、どちらかというと皆さんにちょっと同情するような形で、こういう人たちのせいで皆さんが悲しい思いをするっていう感じですね。Introducing Kaitenji, a new app for learning Japanese. Kaitenji has many great features that make learning Japanese fun, including vocabulary decks from the video you are watching right now. Please visit kaitenji.com and join our Discord. Links are in the description below. で、この右翼化なんですけど、まず右翼っていうのは、左翼と右翼ってあるじゃないですか。一応わからない人のために説明すると、右翼はどちらかというと日本人ファーストで、その反対の考え方が左翼ですね。で、この右翼の考え方が今どんどん広まってきています。例えばこの参政党っていう政党があるんです。で、そもそもまずなぜこの話をするのかというと、最近、参議院選挙っていうのがありました。まず日本には2つの議員があるんですね。衆議院と参議院っていう。で、この2つの政党がお互いに意見を出し合って日本の政治を決めていくわけなんですけど、この参議院を誰がするのか決めようって言って、ある程度枠が決まってるんです。で、その枠を埋めようっていう感じで選挙をしました。で、もう日本にはいろいろ政党があるんです。で、その中で参政党っていう結構新しめの政党があるんですね。で、なんとこの政党が今回14議席、今まではそんなにたくさん議席を取れなかったんですけど、今回14議席を獲得して、ネットで言われてるのはもう参政党の成功だ。参政党は成功を収めたというふうに言われています。この、参政党は極ってメディアで言われたりするんですね。極っていうのはもうめちゃくちゃっていう意味の、副詞ですね。だからめちゃくちゃ右寄りなんですよ。その参政党がよく言うのは日本人ファースト。はい、これをずっと言ってます。で、わかりますよね。この政党が
人気が出て今回たくさん成功を収めたってことは、日本人がちょっと外国人にうんざりして、日本人を優先してほしいっていうような人が増えたわけなんです。はい、全国的にね。なぜかというと選挙がありますから。私も選挙に行きました。投票してきました。それでみんな投票するんですよ。そこでいろんな人が参政党に投票したわけです。なのでもう結構いよいよ全体のね、雰囲気としてちょっと海外の方に対するイメージが悪くなっちゃってるのはあります。あくまでも今回は事実を事実として伝えるだけなんですけど、今回の参政党の活躍は日本政治の流れが変わり始めたサインなんかなと思います。はい、今回の動画はここまでです。皆さんに言ったところで何もならないとは思います。だって皆さんが別に日本に来て悪いことをするわけじゃないじゃないですか。この自分の動画を見てくれてる人って結構温かいコメントをくれて、いつもそういうコメントを見て嬉しく思っています。なので本当に一部の人のせいでみんなが損をするっていうような形になっていて悲しいです。私自身本当に日本はいい国ですし、みんなにこの日本の文化とか食事もそうですし、いろいろ体験してほしいって思うわけです。はい。なのでちょっと難しい問題だなと思います。というのがあるので、皆さんはこのことについてちょっとどう思うのか考えてほしいと思います。ちょっと今回は難しい話をしたので、わからない言葉がたくさんあったと思います。ですが、回転時っていうアプリを使えば、私の動画で出てくる言葉を抽出して勉強することができますし、私のDiscord サーバーに入れば台本の方をもらうことができるので、それでまた勉強できるかなっていうふうに思います。はい、今回の動画はここまでになります。私のマンツーマンレッスンを取りたい方は概要欄の方から無料レッスンの方予約をよろしくお願いします。今回はありがとうございました。またね。